ニンニクの味を出したいわけではないので、もう味付けはこれで。皆様はじめまして、代々木上原にある、初代割烹高橋の、店主高橋豊和と申します。よろしくお願いします。本日は、ご家庭で簡単にできる、鯛の煮付けをご紹介させていただこうと思います。よろしくお願いします。まず鯛ですが、もう鱗を取って処理をしてもらった状態で、スーパーなどで、購入した状態だと思ってください。ご家庭でやる場合は結構鱗とかが散ってしまうので、魚屋さんでちょっと煮付け用にしてくださいと言ってもらえれば、こう内臓がない状態で鱗がない状態で、やってくれると思います。で煮付けにする場合に、皮がはじけないようにと、最後の、仕上がりがいいようにちょっと飾り包丁を入れていきます。こちらですね。内臓に入れてしまうと全体がはじけやすくなるので、この身の一番厚い背中の部分ですね、ここに入れてあげると中に火も入りやすいですし、綺麗に仕上がります。でまだ鱗とか、内臓の血合いが残っている状態なので、湯通し、いわゆる霜降りをして綺麗にしていきます。こちらですね、ボウルなどをまず用意していただいて、熱湯をかけます。お水当てないと火が入りすぎちゃいますので、こういう感じですね。少し熱が取れるぐらいまで水でしっかり洗ってあげて、でちょっと水を流しながらでいいので、こういうところは取れやすいので、鱗とかが基本的にはないと思うんですけど、こういう際のところですね、根元とかこういう、骨抜きっていうんですけど、ピンセットとかあれば、こういう付け根のところに小さい鱗がいっぱい残っている場合が多いので、こういう付け根のところですね、これをちょっと引っ張ってあげるような感じで取ってあげると、食べた時に口に、鱗が残らないので綺麗に仕上がります。でちょっと水で洗ってあげながら、やっぱりこう取るだけでもこれだけ鱗とかが取れますので、まだちょろっとしかやってないですけど、で綺麗な水に変えながら、こういう際のところを綺麗にしてあげます。で全体に胴体の方が綺麗になってくると、顔の方ですね、次はこういう頬のところの鱗、こういう付け根のところとかも綺麗に取ってあげます。あとこの釜の下のところら辺ですね、これ結構残りやすいです。こういうところですね、この頬のところ、あとこの顎というか釜のところ、下でだいたい鱗が取れて、その後に水をきれいにしてもらったら、ここが内臓が引っかかって、この下に血合いと呼ばれる血が入っているところなので、ちょっと指とかで怪我をしないように中をきれいにちょっと洗ってあげると、少しやっぱ水が濁ってきますので、これがやっぱり臭みの原因になりますので、こういう風にきれいにしてあげます。そうすると結構これだけ汚れが残ってるってことだったので、
でこれを鯛を今きれいにした状態で一度これを拭いてあげます。そうしますよ。でしっかり拭いてあげて、で今から合わせだしを合わせていくんですけど、このまんま鯛をここに入れるとこういう状態でヒレが鍋肌にひっついたまま火が入ってしまうので、盛り付けの時にヒレがペロンと剥がれちゃいますので、そうならないようにしておくためにこれアルミホイルをここに巻いておいてあげてください。もう小さく切ってこういう風にしといてあげると、こう入れた時にこの鍋の肌にヒレがくっつかなくなるので、盛り付けした時に尾っぽがきれいに残りますので、これポイントです。鍋に、合わせだしを合わせていきます。で和食はこのレードルっていうのをよく使うんですけど、3隻レードルっていう、18cc×3 で、今回やっていきますが、割合的には、これがだしが8杯、8で日本酒、これが2、濃い口醤油、これが1、濃い口の方が、塩分が少ないので薄口よりも煮付きには向いてると思います。薄口でやっておかしくはないんですけど、この割合で薄口を入れてしまうと多分味がちょっとしょっ辛くなると思います。でこれは、測れないんですけど、お玉で1杯分がこの砂糖です。1で火をつけていきます。なるべく沸いてから入れた方が、周りの表面が沸いて入れるとすぐコーティングされるので煮崩れしにくくなりますので、ここでちょっと一回しっかり沸かします。もうこのぐらいで入れてあげてもいいです。本当はもっと沸かしてあげてもいいんですが、こういう感じですね。でここがポイントですね。ヒレがもう鍋肌はあったかくなっている状態なので、この状態でもしホイルをしてなかったらもうベタッとひっついて、盛り付けの時にヒレがない状態になってしまいますので、一緒にお野菜入れていきます。白ネギです。しいたけ、これは臭み消しの生姜ですね。でこれニンニクは全体的にまろやかになるので1個だけ入れてます。で木の蓋とかがあったらそちらでもいいんですけど、なかなか家で木の蓋があるっていう方は少ないと思うので、もうこういう紙蓋とかアルミホイルで代用でいいと思いますので、これをこんな感じで落としていきます。で全体が強火でしっかりアルミホイルが浮いてくるまでまず強火でいきます。でちょっとコト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 なってきたら、だいたい基本的に15分15分ぐらい目安でいけば、このぐらいの魚は火が入ってないってことはまずありえないので、この状態で、強火で炊いていきます。生姜はスライスにしてました。ニンニクはそのまま1個じゃないです。はい。ニンニクは別に切ったりとかしなくて。ニンニクの味を出したいわけではないので、どちらかというとこうまろやかにしたいと思って入れてるので、このまま塊で入れた方が美味しく仕上がりますね。
今どういう状態かというと、まあこういう状態なんですけど、ここに包丁目を入れてるので、この一番分厚いところの火が入りやすいのと、お腹側との均等に加熱がいきます。こんな感じです。でこれを蓋してあげると全体に出汁がこう対流するような形になります。火加減によってちょっと詰まりすぎてるかなっていう時があったら、お水とかを途中で足していただいてもいいので、目安はこの身が開いてるじゃないですか。この何ていうんですかね、この筋肉っぽいところがこうちゃんとしっかり開いてきてるじゃないですか。これちゃんと火が入ってるからこういう状態なので仕上がってきましたので、最終的な仕上げを行っていきます。これ最後ですね、コク出し照り出しでみりんですね。こういう感じで、これでちょっと少し炊いてあげてください。1分でも2分でも。でみりんが入ったのでさっきよりちょっとツヤがしっかり出てきてると思うんですけど、もう味付けはこれで仕上がってるので、ここで最後ですね、ここで火切ります。でこういう生姜、冷凍でもいいと思うんですけど、こういうリードペーパーみたいなので少しこう包んであげて、今度はこれ香り付けなので絞り生姜一番最後に入れてあげてください。でこれで次も盛り付けていきますので、こういくんですけど、これ、頭が落ちやすいので気をつけて、こういう感じですね。これ白髪ネギですね。あとチーズスライサーみたいなのがあったら、こういう柚子を最後にかけていただくと香りがいいと思います。こちらで以上です。こちらで完成でございます。
ご自宅にインゲンなどありましたら添えていただいてもいいと思います。ありがとうございます。